どうも、えりです。今回いただいた質問が、包丁が切れなくなってきたので研ぎに挑戦してみようと思います。そこでシャープナーを買うか砥石を買うかどちらがいいのでしょうか。またネットで研ぎ方を調べてもいろんな研ぎ方がありすぎてどれを真似したらいいのか分かりません。教えてください。はい、これはもうすごい共感できます。僕もね研ぎ始めの頃はそうでした。では結論、砥石がおすすめです。砥石を選んでほしいですね。ただ人によってはシャープナーをおすすめする場合もあります。なので本来だったらその人といろいろ質問してね、どういう用途で使いたいですかとかそういったことをいろいろ話した上で、じゃああなたはどっちがいいですねっていうことを言います。今回の動画を見てから、じゃあ自分はシャープナーにしようかな砥石にしようかなってことが分かるので、是非それで判断してもらえたらと思います。ではもう一度結論を言うと、砥石を選んでほしいんですよ。なんでかっていうと、シャープナーの場合その刃付けのレパートリーが一つしかないんですよ。でも砥石の場合いろんな刃付けの仕方ができるんですよ。つまりシャープナーっていうのは切れ味のコントロールができない。でも砥石っていうのは切れ味を自分で操作する、自分でコントロールすることができるんですね。そこが楽しいんですよ。僕はその楽しさっていうのを届けたいので砥石を選んでほしいっていうことを結論にしました。実際僕は食材ごとだったり切りたい切り方だったり生み出したい味によって刃付けの仕方を変えてます。本当に料理の味に影響するので、だからそれを今日は伝えます。では今回のテーマっていうのは刃付けです。今まで材質だったりとか包丁の種類だったりとか砥石の番手だったりとかってことを話したんですけど、最も大事なのがその刃付けなんですよ。なんでかっていうと、切れる切れないに影響する部分だから。だからこの刃付け、切れる状態の角度ってどんなものなのかって知った上で、その後にやっとじゃあ包丁の種類どうしよう、片刃なのか両刃なのかまっすぐの包丁なのか R がある包丁なのか、ステンレスがいいのか鋼がいいのか、砥石も中砥石がいいのか仕上げ砥石何番まで当てた方がいいのかってことに進んでほしいんですね。まず一番最初にこの刃付けというのを理解してほしいです。でこの質問者さんが言ってたように、ネットで調べてもいろんな研ぎ方がありすぎて分かりませんって言ってましたよね。本当にいろんな研ぎ方があってわけわかんなくなるんですよ。もうすごいその気持ちわかります。でもその理由って、そのいろんな研ぎ方があって当たり前なんですよ。包丁の形も違えばその切る相手によって変えたりとかそういったこともしてるので、その人の研ぎを真似たからってその満足のいく刃になるとは限らないんですね。僕がよく言うのは研ぎに正解はないんです。ただこれさえ一応守ってればいいっていうのはあります。それが今回の刃付けについてです。ではだんだん説明していきます。じゃあそもそも包丁がなんで切れなくなるのかもう一度理解する必要があります。切れなくなる理由っていうのは、その使い続けてだんだん擦れ減って刃先が丸くなってるんですね。もともと鋭利だったものがまな板にトントンついたりとか、食材をたくさん切ったりとか、包丁洗う時よくシンクにね包丁を置く人いると思うんですけど、あれ大体の確率で刃先ってね触れてしまってるので、あれで結構切れ味落ちちゃってるんですよ。そういうことがあって刃先が丸くなってもう切れなくなっちゃってる。だからもう一度刃を復活させるためにはもう一度鋭利にする必要があります。それを簡単に誰でも短時間でできるようにしたのがシャープナーです。シャープナーっていうのはもう刃先の切れる角度に固定されてて、そこに包丁を入れてギコギコさせれば簡単に刃がつきますよっていうものなんですけど、それすごく便利なんですよ。ただそれでいいんですかって話なんですね。どういうことかっていうと、最初は問題ないかもしれないです。これを続けていくとどうなるか、ここの刃先の厚み、これだんだん厚くなってくるんですよ。これが薄くなることはないんですよ。厚くなっていいんですかって話なんですよ。切れ味で大事なのって抜け感なんですよ。どんだけ刃先が切れたとしても、切った後にどう抜けていくかによってかなり切れ味は左右されます。要はその抵抗が強いか弱いかですね。でここで大事なポイントを言うと、切れ味、食材を美味しくする切れ味っていうのは、食材をこすらなければこすらないほど美味しく切れます。つまりそこの厚みっていうのは薄ければ薄いほどいいってことになります。ただ問題なのが、薄いとかけやすくなるんです。弱い包丁になってしまうので、そのバランスっていうのが大事なんですね。ではここからがやっと本題です。お待たせしました。じゃあそのバランス、どういうバランスがあるの、どういうね刃付けの仕方があるのかっていうことを今からお話しします。はい、ではここまでね来るまで結構喋っちゃいましたが、今から本題入ります。ではまず包丁の断面がどうなってるのか詳しく見ていきましょう。こちら上の厚い方が包丁の背中、峰と言われる部分です。で下に行って細い方、一番先端が刃先という部分です。で実はこの中に3つの面があるんですよ。もちろんその例外のある包丁はあるんですけど、大体の包丁はこの3つの面があります。その面というのが平、切り刃、二段刃、この3つです。で今からじゃあなんでこの面があるのかを説明します。これを見た時にもしかしたらこの二段刃っているのと思った人いると思うんですよ。さっき言ったように薄ければ薄いほどいいんでしょうって、鋭利なほどいいんじゃないのって思うかもしれないんですけど、違うんですよ。この二段刃、この刃先の角度っていうのがすごく大事なんですね。これの刃先の角度ってだいたい30度から40度が包丁はいいって言われてて、もしこれより薄かったり15度とか10度とかの薄さだったらもうすっ
ごい弱い刃になっちゃうんですよ。もう本当にちょっと硬いもの、なんかリンゴの種とかでもかけるようなそんな刃になっちゃうんですね。だからこの刃先の二段刃っていうのは必要な刃です。ただもしかしたら人によってはじゃあ二段刃の刃だけでいいじゃんと思う方いるかもしれませんが、もうそんなんなったら大変なことになりますよね。もうどんだけ熱い包丁になっちゃうのって話になっちゃうじゃないですか。もうそれで食材ってもう絶対下まで切りきれない食材がほとんどになってしまうので、もう包丁としてはやっぱりその抜けっていうのが必ず必要なんですね。だから元々の峰の厚みがあって、でそこから細くなるその切り刃っていうのがあって、で最後の刃先に刃付けの角度の二段刃っていうのがあります。でさっき言ったその30度から40度のその刃の角度にしてほしいっていうのは、両刃の場合だったら片方を研ぐとき15度から20度にするのがベストです。要は合計値が30から40がいいよって話なので、両刃の場合は半分の角度を目安に、片刃の場合は一発でその角度を決めて研いでください。はい。でシャープナーの話に戻ると、シャープナーっていうのは刃先だけ、二段刃だけの研ぎなんですね。だからそれを続けちゃうと熱くなっちゃうから、その切り刃の研ぎをして薄めることがいいよっていう。だからそれを実現するためにはやっぱり砥石っていうのが必要になるんですよ。自分で角度を決める、自分でその切り刃に当てて研いで薄くする、その薄くすることを肉抜きとも言います。この肉抜きをしないと本当にもうごっつい包丁が出来上がっちゃうので。はい。そして今からその二段刃と切り刃のそのバランスだったり研ぎ方についてお伝えします。ここで紹介したいのが5つの刃付け、小刃だけ研ぎ、ベタ研ぎ、ベタ糸刃研ぎ、ベタ小刃研ぎでハマグリ研ぎという5つがあって、これ多くの方がねやる研ぎ方なのでこの5つを絞って紹介するんですけど、これ以外にももっといろんな種類があります。ただとりあえずこの5つは知ってほしいです。で今出たワードでいくつかねわからないワードあったと思うので説明します。まず小刃、糸刃、この2つっていうのは二段刃のことです。要は細い二段刃と太い二段刃です。ニュアンスとしては目に見えるか見えないかのすごい細い二段刃だったらそれを糸刃と呼んで、目に見えるような二段刃だったら小刃とか言ったりします。で次ベタ。ベタっていうのはそのベタっとつけて研ぐっていう意味ですね。切り刃に包丁をつけて角度を意識せず研ぐことをベタ研ぎと言います。では次ハマグリ。ハマグリっていうのはそのハマグリのねその殻のカーブのように弧を描いたような刃の状態、切り刃の状態の刃にすることをハマグリ刃、ハマグリ研ぎと言います。ではこの5つそれぞれ詳しく解説します。まず小刃だけ研ぎ、これは想像つきますよね。さっき言ったシャープナーでの研ぎと一緒のことです。刃を二段刃の角度にもう最初から当てて、それでずっと研ぎ続けるやり方です。このやり方をすると抜け感っていうのが最初の頃の状態とどんどん使っていった後の状態でかなり変わってきます。やっぱり熱くなればなるほどものすごいねかけにくい刃にはなるので、そういうのを求める方に関してはそういったねもう小刃だけ研ぎっていうのをしても OK です。あと研ぎホルダーっていうのがあって、よくね初心者にこれ使うと角度決まっていいですよってね便利な道具があるんですけど、あれもこれです。その小刃だけ研ぎと一緒のことです。はい。では次ベタ研ぎ。ベタ研ぎっていうのはこれねすごい危険です。僕はおすすめしません。ただ例外として刃先の角度が30度以下にならないのであればベタ研ぎいいと思うんですけど、それ以下になってしまうんだったら本当に弱い包丁としてはかなりねもう弱っちい刃になってしまうのでおすすめしないです。特に出刃包丁とかあれってこういった出刃包丁とか、出刃包丁ってすごい熱いんですよ。熱いからその切り刃だけの研ぎをしても30度以下にならないんじゃないのと思う方いるかもしれないんですけど、出刃包丁の刃先の角度ってだいたい15度なんですよ。めっちゃ薄いんですよ。なんでかっていうと片刃だからです。もしこれが両刃だったら30度とかになっていいかもしれないです。だからこういった熱い包丁でも片刃だった場合にはそういった注意が必要です。でこのベタ時の切れ味について言うと、確かにかけやすい角度かもしれないけど、ものすごい鋭利になるからやっぱ食材は美味しく切れるんじゃねって思う方いると思うんですよ。これ実はそんなことないんですよ。これがねまた面白くて、このままちょっとベタ糸刃研ぎに行きます。結論を言うとこのベタ糸刃研ぎが一番美味しく切れます。なんでかっていうと二段刃をつけた方が刃線が揃うんですね。ピカーンって揃うんですよ。だけどベタ研ぎだけの場合って刃線が揃わなくてほんとペラペラになってなんかね破れたみたいになるんですよ。実際映像でこれ見て分かる通りなんか分かります？なんかピロピロしてますよね。要はめちゃくちゃ薄かったとしても刃先がね揃ってなかったらザラザラになってしまうんですね。だから切り刃もちゃんと研いで肉抜きして、で最後にもうピッとねもう糸刃をつけたような刃が結局一番美味しく切れます。でこのデメリットですね、ベタ糸刃研ぎのデメリットとしたら、この後出てくる小刃研ぎよりもやっぱりかけやすくはなってしまうので、ちょっと場合によっては食材によってはもっとね刃を厚めに研いだ方がいいっていう場合もあります。
おすすめとしては刺身包丁、柔らかいものしか切らない場合っていうのはこの研ぎ方っていうのが非常におすすめです。では次、ベタ小刃研ぎ。これはベタ研ぎで肉抜きもして、でその二段刃をちょっと厚めにつけるような状態ですね。この研ぎ方っていうのは一応世間の研ぎでは一般的、多くの人が研がれてる研ぎ方だと思うんですけど、理由っていうのはその最初の新品の状態がこんな感じの刃なんですよ。この刃の状態、この肉の厚さ、この刃先の状態がもしすごく気に入ってこれをキープしたいのであればこの研ぎ方です。要は刃先が丸まって研いで短くなって、でやっぱり肉抜きが必要じゃないですか。だからこの研ぎ方になるんですよ。でこのメリットとしたらやっぱりその先ほどの糸刃と違ってかけにくいです。よりかけにくくさせたかったらもっとこの小刃を厚めにね研いでもいいだろうし、そこのバランスっていうのは人それぞれです。では次、ハマグリ研ぎ。このハマグリっていうのはそのハマグリのねその状態度合いにもよるんですけど、そのハマグリの R が強ければ強いほどかけにくい刃になります。でハマグリの魅力のもう一つとして食材によっては切りやすくなります。なんでかっていうとその接地面が少ないんですね。もし切り刃がピンってまっすぐの場合で食材切った時って接地面が多くなるとくっついちゃうんですよ。それで抜けが悪くなったりとかってあるんですけど、ハマグリの場合はその接点が少ないから抜けがよく感じる場合が多いです。これ食材によって全然違うので一概には言えないんですけど、そういったメリットもあります。でこのハマグリの研ぎ方のコツっていうのがあって、31研ぎっていうのを紹介します。どういうことか先映像で見せるとこんな感じですね。はい、これ何してるかっていうと3回鋭角の切り刃研ぎで1回鈍角のその刃付けの研ぎ、これを流れるようにしてます。これを繰り返すことによってその滑らかなねハマグリができます。これ流れ作業でするのがポイントで、31研ぎって3回で1回ってだけであって、別に4回1回でも2回1回でもそこはね人それぞれでお任せなんですが、研ぎながら角度を変えるってことをするとそのより滑らかに仕上がるので、ぜひねそのハマグリにしたい人っていうのはこの研ぎ方やってみてください。ただこのハマグリねちょっとその難しい、難易度は高いかもしれないですね。っていうのはその刃線が乱れやすいっていうのがあります。ちょっと力がね刃先にかかりやすいので、そこだけ部分的に削れすぎたりとか、そういったね最初のうちは慣れないかもしれないんですけど、この刃の状態を気に入る人っていうのはね結構多いと思います。であとこのハマグリのコツもう一個だけお伝えします。そのハマグリに要はブレやすい研ぎ方っていうのがあるんですよ。ブレればブレるほどやっぱり刃が丸くなりやすいです。だからハマグリになる。じゃあそのやり方っていうのが3つあります。順番にいくと、まず持ち方、人差し指を外します。人差し指ありなしによってその全然ブレやすさが変わります。ない方がブレます。で包丁を置く角度ですね、これをできるだけ横にします。で最後3つ目、さらにここで大きく動かします。ストロークを大きくするんですよ。この人差し指外す、横にする、大きくするでかなりブレやすいハマグリになりやすい刃になります。でもしそのフラットにすごい平らにした場合っていうのはこの逆をすればいいんですね。人差し指にして縦気味にしてで小刻みにすればかなり精密な研ぎができます。これもね何かの参考になると思うのでぜひ覚えておいてください。はい、ということで5つ紹介したんですけど、聞いてて分かった通りこのベタ研ぎだけは僕はおすすめしないです。であともう1個、小刃だけ研ぎもやめた方がいいんじゃないのって思う方いるかもしれない。この小刃だけ研ぎってね意外と結構してる人がいて、その理由っていうのが切り刃を傷つけたくないから小刃だけ研ぎをする人が多いんですよ。これよくね包丁マニア、包丁コレクターですかね、包丁もう美術品扱いしてて包丁に一切傷を入れたくないんだ、でもたまに使いたいんだって人はこの小刃だけでも行ったりする人が多いです。なぜなら傷つきたくないから。もうその気持ちすごくわかります。はい、でその包丁で一番万能に使うならということでやっぱりハマグリ刃とベタ小刃研ぎですね。この2つがやっぱり包丁1本しか持ってなくて料理全般いろんなことで使いたいんだって人はこの研ぎをされる方が多いです。で今回はこの5つを紹介したいんですけど、この5つ以外にもまだたくさんあるんですよ。例えばベタハマグリ研ぎとか、例えば切り刃はベタ研ぎで刃先の2段刃だけハマグリにするとか、そういうのもありなんですよ。あとホロー研ぎ、そのホローグラインドっていうねこういうね刃の状態があるんですけど、これって研いだ後にその隙間を作るためにその部分だけ指とか使ってね磨くんですよ。そうすると隙間ができて、空気の通り道ができてよりねキレが抜け感が良くなりますよっていう時なんですけど、これをねやってる人もいます。はい、という話でした。もうすぐね今回の動画終わりなんですけど、結論で言った通りシャープナーか砥石かを迷ったとして僕はやっぱり砥石を選んでほしいんですね。その理由は今説明した通りこれだけ切れ方の違いがあって、それをぜひ知ってほしいからで使い分けてほしいから。シャープナーを進める場合っていうのはやっぱり砥石での研ぎがめんどく
さい本当にもう嫌いなんですって人に関してはもうね、せめて刃先だけは鋭利であってほしいから、シャープナー使ってくださいって使い方も説明してそういったことをするんですが、質問者さんのように研ぎに挑戦したい、研ぎにね少しでも興味を持ったってことはね、やっぱりぜひ挑戦してほしいんです。で試してやっぱりダメだったら別にシャープナー戻ればいいし、砥石で研ぐのって本当ただね刃をつけるための行為だけじゃないです。瞑想なんですよ。気持ちいい、心地いいんですね。やるのがストレス発散みたいな。朝起きて散歩するのとか筋トレするのとかシャワー浴びるの気持ちいいですよね。その感覚と一緒なんですよ。その領域までぜひね行っていただきたいんですね。そうなったらもうこうなります。もうこうなります。こういう人がねもう世の中に溢れたらどんだけ幸せになることかってことを望んで僕は発信してます。はい、ということでですね、ありがとうございました。ここまで聞いていただき、途中でね申し上げた通り今回の内容がかなり大事です。なぜなら切れるか切れないかっていうのはその刃先の状態、そもそもそこができてないと、どんな包丁の種類使うと、どんな材質使うと、どんな切り方しようともう何も始まらないので、まず切れることっていうのは大事です。でそれが理解できた上でそこのクオリティです。どんな砥石を使うか、番っていろいろありますよね。仕上げ砥石、中砥石、粗砥石とそれぞれ全部ね味が変わるんですよ。食材の雑味の出方が違うから。当たり前ですけど仕上げ砥石ほど雑味は少なく出ます。ただこれが料理において正解かどうかっていうのはその表現者によって決まるんですよ。わざと雑味を出して濃く感じさせたい場合っていうのはあえて中砥石で終わらす場合もあるし、雑味を一切出したくないのであれば仕上げ砥石でねもう滑らかになるまで研げばそういったのは実現できるし、これを知っといてコントロールすることが大事です。でももっと言うと鋼かステンレスですよね。鋼でもステンレスでももう香りの出方が全然違います。であと自分の料理、自分の切り物は片刃包丁がいいのか両刃包丁がいいのか、もうどんな種類の包丁がいいのかっていうのもちゃんと刃付けの状態を知ってからそういうのを選ぶっていうので全然見るポイントが違いますよね。最後の最後に伝えたいこととして本当に味が変わるんですよ。よく世間でね5つの味あるじゃないですか。味覚、塩味、酸味、甘み、苦味、旨味、これっていうのは塩入れたり砂糖入れたり酢入れたりっていうことで味を変えることができるんですが、包丁でも味を変えれるってことを知ってほしいんですね。もし普段料理作っててなんか味がいまいちだなっていうのは、原因はもしかしたら包丁の可能性もあるんですよ。包丁を変えたら料理が一気に美味しくなる可能性ってかなりありえます。僕ら料理人結構言うのが、料理の美味しさ、料理の味ってどこで占めてるのかって、もう食材のもうポテンシャルでもうほぼねもう7割方決まっちゃってるんですよ。残りの3割はその調理技術ですね。で人間の口に届けるためには必ずその食材を切らないといけないじゃないですか。そこで発生する切るっていう作業でいかに味を落とさないかなんですよ。要は切れ味のいい包丁っていうのは100点の食材を100点のまま切れるんですよ。で切れ味の悪い包丁で切るとその100点のものをもう50点にも20点にも下げてしまうんですね。だからいかに味を落とさずに切れるか、ここが料理を美味しくする上でのかなり重要なポイントです。だから料理における包丁の切れ味の重要性っていうのをこの動画を見た人はねもう一人一人にシェアしてください。もう本当にこれを本当に僕美味しすぎてびっくりして自分で切って、僕得意料理が野菜スティックなんですけど、僕の野菜スティックも世界一うまいですよ。もう僕のスペシャリテです。はい、ということで長くなりましたがここまで聞いていただきありがとうございました。それでは今回の動画は終わります。もしねこの動画が少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またねいつも温かいコメントくれる方本当にありがとうございます。励みとなっております。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。